こんにちは、MD ジャックです。春のテレビドラマが始まり、週に10本ぐらい見たいものが出てしまって、動画制作もあるのに見てる時間ないなぁと思う今日この頃です。ご視聴ありがとうございます。愛です。愛はドラマより読書で、読みたい本は常にたくさんです。通学はノイキャンイヤホンで音楽、プラス読書です。今回も2モデルの比較で進めていきます。ちょっとした謎も用意しましたので、最後までご覧いただければ幸いです。さて今回は 5BA プラス 1DD 対決で TRN、V90S と CCA、C12 を比較していきます。C12 は定評のあるモデルで、中華イヤホンがお好きな方なら必ず目にしたことがあると思います。私はネットでの評判を目にしたことがきっかけで、1年前に中華イヤホンの3本目として購入しました。そんな C12 が発売されて1年半ほどの間に、数えきれないほどの中華イヤホンが発売され、その進化も早く、同じドライバー構成の TRN-V90S が C12 に匹敵するのかどうかが、今回のポイントになると思います。価格についてはどちらも3500円から5000円以内で入手でき、アリでは C12 の方が安く販売しているショップが多いです。Amazon の V90S はちょっと高いですね。私はブラックフライデーセール中に入手したので、V90S の価格は約1800円でした。V90S は1000モデル V90 の後継モデルで、アルミハウジング、ノズル部に BA を2機搭載など、共通点も多く、変化点としては 1BA 追加になっています。アルミハウジングの質感はメカっぽく、機能面でも精神効果は期待できそうです。C12 は C10 などのシリーズに属し、迷ったらこれを買っておけば間違いないでしょう、という感じです。過去動画でも何度か触れていますが、KZZSX と特性が非常に似ています。樹脂プラス亜鉛合金で成形された C12 に比べ、全体がアルミ合金素材の V90S は 7.2g と少し重めですが質感はいいです。感度、インピーダンスの数値に違いがありますが、LKFS の実測では同じボリューム時の音量差はありませんでした。ノズル部の径は C12 の方が太そうに見えますが、測ってみると両方とも 5mm で同じ。材質が C12 は金属製、V90S がなぜかノズル部だけ樹脂製です。V90 も VX も金属ハウジング、樹脂製ノズルで、TRN-V シリーズはこの構造が多いようです。ドライバー構成は同じですが、種類、配置はご覧の通りで、V90S はノズル部に2機の広域用 BA を搭載。ハウジング内は V90S が50060が3機に対して、C12 はカスタマイズされたデュアル BA が2機と、BA の合計数は同じでも、その配置、配分は結構違います。中が見える C12 をアップにしてみました。BA を赤、DD を黄色で囲んでいます。BA の位置が確認でき、音の出口はノズル側を向いてますね。ノズルから遠い配置の BA は、樹脂側に音をガイドするような溝の存在が確認でき、小さな工夫も音に影響があるのでしょうね。BA の配置、向きを変えたら音にどんな変化があるのか興味津々なところです。V90S は角が丸みを帯びていて、大きさも厚みも程よく、耳に直接当たる側の形状も滑らかで自然なフィット感です。C12 も印象はいいですね。V90S より少し大きいですが、装着後に気になるような差は感じません。今回は愛ちゃんにもフィットしそうじゃない？はい、これは両方ともいい感じですよ。愛の耳には V90S がぴったりです。C12 は角が尖っている部分に触ると、ちょっと気になります。ああ、C12 の角ね。デザインはいいけど時々ちょっと痛いよね。V90S の方がフィット感がいい分、遮音性も有利ですね。TRN-VX の装着感がとても良かったですが、それに次ぐ感じです。では音質比較動画をご覧いただきますが、今回この2モデルの他にもう一つの音源が入っています。波形データは表示しませんので、これが何かということも意識してみてもらえればと思います。
が何か見当はつきましたか？まずは2モデルの波形比較です。まず C12 ですが、分離感の良さから来る細かい音の聞き分けがしやすい上、広がりも良く、帯域バランスの良さの結果かなと思います。これを基準に比較すると、ブルーの V90S はレベルの高低差がかなり大きいですね。このラインの右肩上がりが示す通りの広域寄りな音質です。定評のある C12 に対してちょっと極端なチューニングだと思いました。低域も 2kg、4kg のピークもグレーのピンクノイズの基準ラインに対して下回るようなレベルです。6kHz 付近の減衰からのレベル差で見ても 8kHz 付近の広域はかなり出ているように見えますし、聞いた印象も一致します。ですが 8kHz より上の帯域なので、線の細い広域でリズムの刻みがとても細かく薄いシンバルを使っているように聞こえます。ボーカルはサシスセソがちょっと耳につきます。ノズル部に広域用 BA が2機搭載されていますから、なおさらかもしれません。広がり、分離も気になるようなマイナスイメージはありませんが、広域が強い分バランスが悪く感じます。一方低域は波形上では足りないように見えますが、聞いてみるとそうでもありません。これは波形の見方次第で、ここまでのチューニングはとても良い感じなのです。極端なのはここから上だけに思います。そしてさらに、もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、これをご覧ください。V90S の波形はそのままで、 C12 の波形レベルを少しスライドして下げると、かなりの部分でカーブが酷似していることがわかります。差分のポイントはざっくり3ポイントなので、ちょっとした EQ 調整で V90S は簡単に C12 っぽくなるのです。そしてこれが V90S の波形に EQ 処理をして C12 に波形が近づく瞬間です。謎の音源の正体とは V90S に EQ 処理して C12 っぽくした音なのです。収録音だと聞き分けられないほど似ていたと思います。V90S を装着し設定した EQ をオンにして聞くと、ノズル部の BA の存在感が出ていました。V90S の広域の特徴を残しつつ C12 が鳴っているようでした。でも DAW を使ってまで EQ 処理して聞こうとは思わないでしょうから、もう少し現実的に設定してみたのがこれです。先ほどの違いの部分3ポイントの調整なので、スマホの EQ などでも簡単にできると思います。波形を見た時に今回はちょっと遊んでみようと思ってやってみましたが、お伝えしたかったのは V90S は元々の波形が C12 に似た部分が多く、元の状態だと広域が強くてもちょっとした調整で C12 のようなバランスになるということです。例えばこれが C12 に対して CCA、CKX のような波形だったらやってみようとも思いません。そんなわけで最初は広域が強くて敬遠気味だった V90S がポテンシャルが分かった後は一転していいねこれになったというわけです。今回は謎あり実験ありで喋るの忘れて見入っちゃいました。どうだった？面白かったですよ。でもね、V90S をどう聞いたっていいわけで、今回のがほんの一例みたいなもんだから、その辺は誤解しないでね。はい、誤解はしていないつもりです。これは買うか買わないかちょっと迷うな。今 C12 をお持ちの方でしたら V90S はあえて買うこともないかと思います。広域好きの方、そして少しの調整で C12 っぽくも聞けることに面白さを感じられればおすすめできます。おすすめ度 70% ぐらいかなと、 C12 を下回るぐらいの価格だったらいいのにと思います。中華イヤホンでこの価格帯だとこれより先に入手すべきモデルがあると思いますというのが本音です。一方 C12 は価格が下がっているので、定評のある C12 を入手しておくという選択もありだと思います。ということで TRN-V90S、CCA-C12 の比較レビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。